多分ファーストコンタクトはサラリーマンをやってる頃だったと思うんですけど、その頃は特別まだそんなに深い関係にはなってなくて、その後自分でやり出して、そのゴルフのブランドで1万1000円スウェットスタートで、まあそのなんか貧乏臭くないスウェット、まあ長持ちするスウェットを作りたいって言われた時に、あ、釣り網機だって思って、で、まあそれまでもうすでに金吉工業さんとは少し、もうスポット的なそんなに大きな仕事は全然発注できてなかったですけど、まあ少しずつ仕事が増えていく中で、金吉工業さんで、まあ専用の生地を作ろうと思ったんですよ。うん。うん。まあエクスクルーシブな。で、それをまあ開発していく中で、割とこう深いところまで話し込まないと、自分も機械のことを理解しなきゃいけないし、糸のことはある程度分かっていたけども、今までの経験で釣り網機をここまで深掘りするのはその時が初めてだったから、その仕事があったがゆえに機械のいいとこ悪いところがまあ少しずつ理解し始めて、これはなかなかいい機械だけどメンテナンスとか同じクオリティで同じ生地を上げ続けるっていうのは相当大変なんだなっていうのが理解できた。引退間近なんですけど、今工場長岡谷くんっていう息子さんがやってるんですけど、まあ岡谷さん。当時専務だったと思うんですけど、岡谷さんにいろいろ教えてもらいながら、現場に職長さんっていう、まあ職人の長ですよね。職長さんで、成田さんがいて、で、その彼にいろんなことを教えてもらいました。だからなんかまあいろんな、釣り網機でもド詰めでガチガチで、僕らもメガね、ループイラーとかってやってるじゃないですか。で、それもできるんですよね。ガチガチな。だけど、やっぱその工場さんとかと話してると、やっぱり鈴木くんな、釣り網機のええところはふわっと柔らかいとこやみたいな、そういうなんか釣り網機の本当の美味しいところ。で、この裏のループ見てみや、これに立体的に編めるんや、これはシンカーでは絶対編めへんから、よく見てみ自分で、みたいな。このループを壊すような編み方は、やっぱり本道じゃないよな、みたいな。ど真ん中のストライクを投げたいんだったら、ここをやってった方がいいぞって、その本当のこの釣り網機の真髄みたいなことを教えていただいたんだと思うんです、僕その時に。で、せっかく釣り網機で苦労して生地作るんだったら、ふわっと柔らかく、もちっとしたような感触、他では得られない感触を編むのがやっぱり釣り網機の本土やでって言われたのは今でもやっぱ忘れられないですよね。だからやっぱループイラーのいわゆるベーシック、丸銅のループイラーベーシック、それから309のループイラーライトと呼んでいるこの2つの定番の中心となる素材はやっぱそこから外れず、やっぱふわっと柔らかくもちっとしたような感触をやっぱ追い求めてずっとやってきてるので、なるほど。じゃあもう本当にそこが、まあ、ループイラーが考える一番まあ釣り網機の美味しいところ。そう。美味しいところ。そう。で、まあ今となってはね、いろんなことをバリエーション広げていけるようになったので、薄いものもあれば厚いものもあれば、でもやっぱり本会というかさ、本道はそこにある。っていうのをなんか、やっぱりそこの職長さんからすごく教えていただいて、で、そこで、まあ、その仕事をやっていくわけだけど、まあなんか僕は運がいいのは、それがすごくオーダーをいっぱいもらえるようになってきたんで、相手さんも急成長していったから、それとともに仕事もいっぱいいただいて、本当に3年ぐらいで、結果金吉さんの中で僕が一番編み機をたくさん回してる、人になっちゃった。だからそうすると向こうもビジネス的に、やっぱりこう、頼っていただくし、僕たちも安定的に記事を上げていただきたいから、まあいろんなことを歩み寄ったり、話し合いをしながら仕事を成立させていくようなことをやってきたので、まあ割と深い絆ができていったんですね。
で、まあ、それでね、その後ルーピーラー、もうこの機械でできた生地しか使わないブランド作るって言った時に、分かった、応援するって言ってくれたのは、そういうなんか、ずっと、7、8年の助走期間がやっぱりあったから、でそこでやっぱりちゃんと実績を、結果を出してこれたから、今があるんだとは思います。で、まあ、その後、今の社長ね、先代の南方社長はね、残念ながらお亡くなり、他界されてしまっているので、その後、まだ先代が生きてらっしゃる時に、今の南方社長が20歳だったかな、19だったかな。19か20歳の時に、ようやく家の仕事を手伝いに戻るっていうタイミングの時に、先代の社長に、まだ20歳なんで、すぐ仕事ね、まだ皆さん元気でやられてらっしゃったから、僕にちょっと預からせてほしい。で、やっぱり絶対東京を経験した方がいいし、それからこの生地でできたものがどんなお客様にどういう感じで製品として渡っていくのか、買っていただけるのかっていうのをやっぱり一緒に実体験をした方が絶対将来の金吉工業に役立つと思うから、だからちょっと僕に預からせてくんないかって言って、南方くん、まあミナッチって当時は言ってたんだけど、ミナッチを預かって、でちょうどタイミング的に千駄ヶ谷のお店を作った時だから、その時って彼も入れて4人しかいなかったから、僕と渡辺くんとミナッチとバナナの石本、この4人だけでやってた。お店は誰が働いてたんですか？お店渡辺くんとミナッチと僕。ああ、なるほど。すごいメンバーですね。はい。割と濃いメンバーが立ってお店やってた時代で、ちょうど2階が事務所だったから、なんかあってもね、まだ暇だったから1人お店にいて、でお客さんが複数入ってきたらすぐ上に連絡来て、で僕らが降りてみたいな、そういう感じだった。なるほど。まあその当時お店にいらしてくださったお客様は確かにお話をお聞きすると、あの時南方さんいらっしゃったんです、そう機械の話はすごい色々と。そうだからお客さんにとってもすごく本当の工場の、息子っていうか、子供の頃から工場で遊んでたような子がやっぱりお客さんに直接お話できるっていうのはすごく大切だし、本人も多分そこからいろんな刺激をもらったから、いきなりうちにだから何年いたんだっけな、5年ぐらいいたのかな。その後だから家にすぐ帰らずにロンドン留学したいって急に言い出して、でロンドンに語学学校に1年弱ぐらい行って戻ったんだと記憶してます。まあ今ではもう4代目の今もうね、頑張ってやってくれてるから、僕らも安心してやっていかれてるんで、そこのあれがあるんで割と深い絆でつながってるって感じですかね。